大場さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんですか。今日はですね、カエデ、もみじなんかも一緒ですけど、もみじカエデ、こういう落葉樹、紅葉するやつですね。こういうのの、日頃の、管理方法といいますか、育て方ですね。それについてちょっとご説明していきたいと思うんですが、まず、どの植物もなんですけど、まず最初に来るのが置き場所なんですね。置き場所。はい、どういうところに置いたらいいんだろうかというのがまず一つあるんですが、やっぱりよく日の当たる場所で風通しのいい場所っていうのがもちろんいいのはいいんですよ。ただこういうの紅葉をきれいに見ようと思ったら葉を傷めちゃいけませんので、夏場はちょっと上に日よけ寒冷車をするなり、一軒家とかでしたら家の東側に置くと朝日は当たるんだけど昼頃からは影になるっていうような場所でもいいですし、人工的にそういう場所を作っても構いませんが、夏場そうですね、もう葉っぱが生え揃ってから4月ぐらいからは結構日差しが強くなりますので、そのぐらいからはちょっと、直射を避けるような形で、管理場所を選ばれるといいかと思いますね。どうしても夏場に葉を傷めてしまうと秋の紅葉は綺麗じゃないですからね。で当然水切れも早いですから、そういう場所をちょっと選んで置かれるといいかとは思います。もしくは、作るっていうことですね、そういう場所で。あとお水なんですけど、よくお水の管理でですね、だいたいこういうもみじなんかこういう落葉樹のやつは私も昔言われたんですけど、だいたい8割ぐらい乾いたら水をあげろと言われるんですけど、8割じゃどんくらいやろとわからないですよね、なかなかね。で8割がどのぐらいっていうのがわからないので、やっぱり鉢の表面がちょっと白っぽく乾いてきたなと思ったらたっぷりお水をあげる。これはもうどの植物も一緒です。もう乾いてきたなと思ったらたっぷりあげる、その繰り返しです。回数とかはあまり気にされない方がいいです。はい、置き場所でも全然違うので、で本なんか見ると春は何回夏は何回、もうあんまりそれにとらわれすぎると枯らしてしまいますので、朝晩日に2回っていうのも昼間乾燥カラカラしてしまったらやってないのと同じですからね。だから乾いたらあげる、その繰り返しですね。だから昼間どうしても乾いてしまうで、お仕事なんかで昼は水がやれないっていう場合はやっぱり昼間乾かない工夫をしてあげるということが大事ですね。はい、あと置き場所、要はお日様ですねと、お水って言いましたけど、あとは3つ目は肥料なんですけど、肥料はやらないと枯れるというものではないので、ただ葉っぱ春の目立ちを良くしよう、色をきれいにしようと思ったらやっぱり肥料は大切になってきますけど、春と秋年2回、やる時期としては、毎回宮崎を例に出してあれですけど、宮崎だと2月の中頃からもう根が動き始めますからね、そのぐらいから4月にかけて肥料をやってあげる。でやる、回数というかあれはその肥料のタイプによって違いますので、1週間しか効かないもの、2週間のもの、1ヶ月のもの、あと2ヶ月のもの、長いやつになると、3ヶ月とか半年とかいう肥料もあるとは聞きます。だけどあまりそういうのよりはですね、長くても2ヶ月ぐらいでいいんじゃないかとは思いますが、そういった肥料を使いながら、春は2月の中頃から4月ぐらいで、梅雨時はやりません。梅雨時と夏場はやりません。であと秋ですね、秋は、9月から11月ぐらいにかけて、肥料をやってあげます。でただここでですね、もみじなんかで特に多いんですけど、もみじもカエデもだいたい枝枯れをするのは当たり前と言われるような本来植物なんですね。だから枝枯れはしやすい、そういう植物なんです。で特に肥料が効いてないと木が完全に枯れるんじゃないんですよ。枝枯れをしやすい、どっかちょっと部分的に枝が枯れてしまう、そういうのはもうある程度しょうがない部分があるんですけど、そういったものをもし防ごうと思えば少量ずつで常に肥料をあげるというやり方を使うと、極力、枝枯れを防ぐことができると。特にもみじなんかで荒川もみじってあるんですが、これなんかは特に
まあ枝枯れするのは当たり前よっていうぐらい枝枯れは毎年出るもんなんですね。それ病気じゃないんですか？病気じゃなくてやっぱそういう性質ですね。その代わり動物もいっぱいするんですよね。なるほど。でもやっぱまあこの枝ちょっともったいなかったなっていうのもあるので、まああまりそういう枝枯れをしてほしくないっていう場合は少量ずつまあどんな植物にも使えるんですけど、こういう落葉樹にはやっぱ多いですね。少量ずつちょっとずつの肥料をまあ毎月に1回とかいうような形でこういう油かすなんかの玉だとか2ヶ月効きますから、これをまあ毎月やる言うたら2ヶ月効くのにっていうのもありますけど、なかなか実際はですねこんなんをずっとっていうわけにもいかないので、できたら肥料のタイプを変えてあげるといいかと思いますけどね。でまあもちろんこういう油かすなんかでももちろんいいんですけど、これを毎月っていうのもですねちょっと大変ですし、まあこれの場合はじっくり効かせるためにこの油かすの玉火使ってますけど、こういうナルコって言ってこういう粒ですね、これ有機系の肥料なんですけど、まあ、チッソリン酸カリ配合でいうと555ですね。で、以前もお話ししたかとは思うんですが、数字が高ければいいってもんじゃないので、まあ、バランスのいいのを使うのがいいんですが、意外とこういう肥料カゴを言うてですね、それなんですか？肥料入れるカゴです。これも入ってますけど、でこの肥料カゴっていうのを使ってもらってもいいです。でこれ肥料はですねこういう油かすでもですけど、まあ、ここ抜いたとこ見てもらったら分かるんですけど、肥料を直接肥料の、まあ、液じゃないですけど、こういうのが当たるとこって肥料苔枯れていくんですよ。こういうのはですね、全部こちら側もそうですけど苔は枯れていきます。でまあ粒なんでやり方は簡単なんですけど、これをこうパラパラってやるとですね、枯れていくんですよ。やっぱ肥料が直接乗っかってるところは。だからまあそういうのを極力少なくする、まあこれもあんまりバーッと枯れていくのもちょっと見栄えが良くないので、刺してる部分だけはこうやって枯れていきますけど、このまあちょこっとずつでナルコをやる場合ですね、それにもこの肥料カゴ使えるんですけど、これこの間からこぼれるんじゃないかってよく言われるんですが、意外とこれがこぼれないんです。使い方もこうやって中に入れてたっぷり入りましたですけど、でこれがですね、本来は2週間に1回ぐらいちょろちょろやるものなんですね。と完全に溶けるんですが、ところがこれに入れて置いとくとですね、意外と1ヶ月ぐらい溶けずに残るんですよ。そうなんですか。だからまあ1ヶ月ぐらいだったらですね、そのまま使えるので、この状態でまあ肥料を、あとはお水をかけた時とか雨が降った時なんかにちょろっとずつ溶けていきますので、まあこういうやり方でまあ毎月1回ちょっと中のですねこう入れるだけで。なるほど。もう入れ方も簡単なんですけど、こう空のやつですね、中にこうなるこう袋はありますけど、ザクザクってこうやってやったらもうこうやって入るんですね。でこれを刺しとけば使えるというものです。まあバラバラこうしてしまうとあれなんでですね、こういうのを使ってちょっと入れてもらってもいいとは思うんですけどね。もうこの置き場所ですね、1番目2番目に水ですね。で、3番目に肥料と。でこの肥料はまあ、目立ちを良くしたりとかいうのを先ほど言いましたが、大体まあ植物もこう生きてるものですからね、人間と同じで考えてもらうと肥料ってまあ要は人間で言ったらちょっとしたごちそうぐらいなもんですね。一年中食べ続けるのも本来は良くないんですけど、ただ少量ずつであればですね、まあそういうのもいいかなと思います。ただ毎日もうごちそうばっかり食べてると、まあ、なんかね私なんかもそうですけどこういう状態にもなりますからね、まあやらないと枯れるっていうもんではないので、ただあげたら
目立ちがいいとか花のつきが良くなるとか、そういった効果はありますが、やらないと枯れるというものではありませんので、その辺はちょっと勘違いされない方がいいと思いますけどね。だから一番大事なのはやっぱ置き場所と、お水ですね。特にお水の管理というのは非常に大事です。で、先ほど夏場のって言いましたけど、要は落葉し終わって冬場ですね、冬場から春先葉っぱが出るぐらいまではですね、逆によく日の当たるところに置いてた方がいいと思いますよ。はい、1日日の当たるところでもお水さえ乾いたらあげる、これはもう基本なので、これさえ守っていれば一日中日の当たるところを置いてても全く問題はありませんので。まだ葉っぱがないですからね。焼ける心配がいらない。そうです。葉っぱがもうちょっと傷んでしまうっていう心配ないですから、逆によくお日様の光を浴びさせとった方がいいですね。で、葉っぱが出揃って、4月ぐらいからはちょっと葉が傷んだりする可能性が出てきますので、ちょっと日よけをするなり場所をずらすなりしてですね。ただあんまり離れたところで目につかないところだとついつい水かけを忘れたりするかもしれませんので、やっぱ目に入るところがいいのはいいですけどね。で何よりもやっぱ大事なのはお水ですね。これが毎日人間がお食事するのと同じですね。なんか特別栄養があるものを食べなくても毎日ちゃんと3度、私は3度食べないですけど食事をした方がいいでしょうね。で、大場さんコメントが来てます。はい、お答えいただけますか。はい。残念ながら日本語じゃありません。まず1人目がですね、この方具体的なんですけど、このカエデの発芽の動画についたコメントですけど、葉の剪定前、剪定中または剪定後に木に肥料を与えますか。チャンネルの素晴らしいコンテンツありがとうございます。はい、ありがとうございます。剪定中、剪定前または剪定後に木に肥料を与えますか。先ほどのこういう時もちょっと話が出ましたけど、基本的には春秋年2回の肥料をやりますので、ちょうど春やるのが剪定前という形になりますね。で、その質問でいくと剪定前には肥料をあげてます。ただ、剪定中、剪定後というのではその剪定した直後には与えてないですね。で、秋に、9月11月頃にまた肥料をあげるというやり方が一般的です。で、ただ先ほど言いましたけど、ちょっと枝枯れを防ぐためにというやり方の一つとして、少量ずつを、毎月1回ぐらいとかですねいうやり方をしていくっていうのを言いましたけど、それでいうと剪定前、剪定中、剪定後も上げるという形にはなるんですが、一般的な上げ方としては春と秋と大きく分けて2回やりますので、剪定前には上げてるけど剪定中、剪定後は、やってないというのが、一般的ではあります。はい、ありがとうございます。もう一方です。この方も日本語ではありません。はい。ヒメシャラとイワシデと一緒に仕事してるの？アメリカにおけるヒメシャラに関する情報はありません、っていう一方的なコメントですけどそうですね、それはあれですかね、ヒメシャライワシデというのは扱ってますかっていう意味なんでしょうかね。でしょうかね。はい。そういった意味では扱ってなくはないです。ただ現物は今現在はちょっと、イワシであったかな。春先はあったんですけどね、今はイワシではないですね。もう売れてないですね。また当然、秋には仕入れでまた入ってはくるとは思いますけどね。はい。注文が入ったら対応もちろん、はい、可能ですよ。対応できます。はい。ありがとうございます。大きいのもちっちゃいのも。はい。もう一点、この方は安心できます。日本語で書いてあります。はい。カエデの発芽の方法。はい。伸びて形を変えたいから今は伸ばしてますっていう。それもあり。もちろんありです。はい。ただし注意しなきゃいけないのは、伸ばしっぱなしにするとその枝が太くなるという話しましたけど。徒長枝。はい。当然徒長するとそこだけ枝が太くなりますので、そうすると周りとバランスが
崩れてくるとあまり良くはない。おまけに石棺といって次の葉っぱまでの間が長くなってしまいますから、まああまりかっこよくはないですね。だからまあ根気強くここの枝を作りたいという場合は、そこから芽が偶然吹いてくれたにしても、まあ、2段3段ってそれ以上ほったらかしておくとどんどん石棺伸びていきますからね。だからやっぱある程度のところで抑えながら、また次の年出たやつをっていう形にしていかないと。でそういった意味でも今度はまた肥料に関係してきますけど、しっかり秋の肥料を効かしておくと春の芽立ちって数が増えますからね。で、伸びも良くなります。で、その代わり春なんかではあんまりこうやってると最初に葉刈りしてもその後出てきたやつでまた徒長枝が出てきますからね。徒長枝はあんまり伸ばしすぎるとまず一つ太くなるということ、石棺が長くなるという、まあ、欠点じゃないですけど、そういうのもありますから、まああまり伸ばしすぎないようにした方がいいとは思います。でまあ大場さんの話の中で春と秋の肥料は、春よりも秋の方をしっかりやらなきゃいけない。結構皆さん春はやるけど秋あんまりやらないという方が多いんです。これ非常に多くて、まあほとんどの植物はやっぱ秋の肥料の方が大事で、秋しっかり冬ごもり前ですね、よく肥料を効かして木にまあ栄養分力を蓄えておくと春の芽立ちが良くなりますのでね。で春やった分は一回葉が出て芽が出て、まあその後から効果が出てきますからと、そういう徒長枝とか、そういうやつに今度は栄養が回ってしまうわけですよね。だから春まあ綺麗に葉が、まあもみじなんか変えてもそうですけど、綺麗に葉が揃いました。で春にやった肥料の効果が出てくるのはその後なので、そこから出てきた芽が急にこうバーッと徒長したりとかすると、まあ枝が太くなるだとかそこに養分取られますからね。特にもみじなんかは枝枯れしやすい植物ですからそれがために他のとこちょっと枝枯れが出たりっていうこともありますからね。あまり徒長枝伸ばすっていうのはあまり良くはないと思いますね。例えば春の肥料が1だとすると、秋の肥料は2。あ、そういうイメージですか。だからまあそうですね、イメージとしては秋の方しっかりやります。だから春より秋の方が倍ぐらいいると思っていただいた方がいいですね。今まあこのぐらいの木で今これ油かすを2つそうですよね、2個置いてますよね。まあこれ正面から見た時に先ほど言いましたけどちょっと苔が枯れてしまうので、まあ両脇に1個ずつしか置いてないんですけど、前がまあちょっと見栄えを良くするのに前には置いてないんですけど、まあこれが秋は4箇所要はなるほど、っていう形ですね。じゃあ秋の肥料は倍ぐらいっていうイメージやった方がいいですね。そうすると春の芽立ちがいい。そういうことです。まあもみじカエデに関しての育て方ですね。先ほど説明した置き場所、水、肥料、この3つなんですけど、とにかく大事なのはお水です。もう何にあれしてももうお水です。お水がやっぱ足りなければですね、当然木に必ずと言っていいほどダメージ受けますから、お水だけはしっかり、かける分にはもう何もかけてもらってもいいですから、余分な分は流れてきますからね。だからそういった意味でもお水はしっかりやってあげてください。じゃあ今後も海外の方の質問が多分来ると思うんですけど、ありがたいですね。答えていただけますでしょうか。まあ訳していただかないと私は英語は全くわかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。